こんにちは、皆さん。今日は、私が働いている日本の漁業と養殖業についてお話しします。私はチャンと申します。ベトナムから日本に来て、特定技能のビザで水産業に従事しています。ベトナムでは、漁業の仕事は身近でしたが、日本の漁業技術を目の当たりにして本当に驚きました。まず、日本の魚の取り扱い方がとても印象的でした。日本では魚を生で食べる習慣があり、そのため、魚の新鮮さが非常に重要です。日本に来たばかりの頃、地元の魚市場やスーパーで魚がピカピカに輝いているのを見て驚きました。そして、漁船が戻ってきてすぐに魚を丁寧に扱い、冷やして保存する技術がしっかりしていることを学びました。このように、魚を新鮮なまま市場やレストランに届けるための技術がとても進んでいます。日本の漁師たちは、最新の技術を使って海で魚を取ります。私が働いている場所では、特にサーモンの養殖に力を入れています。サーモンは日本で人気があり、多くのレストランやスーパーで販売されています。そのため、私たちの仕事は日本の人々にとってとても重要です。養殖場では、サーモンが健康に育つように、水質管理や餌の管理など、細かいケアが求められます。日本では養殖魚も新鮮さが重視されるため、飼育環境を常に清潔に保ち、健康な魚を育てることが大切です。私の仕事は、主にサーモンの養殖に携わっています。毎日、魚の成長を見守りながら、適切な餌を与えたり、水質をチェックしたりしています。ベトナムでは漁業は一般的ですが、養殖技術は日本ほど発展していません。ここで学んだ知識はとても貴重で、いつか自分の国にもこの技術を持ち帰りたいと思っています。特に、ベトナムでも人気が高まっているサーモンの養殖をもっと広めたいです。ある日、友達が新しい寿司屋に行こうと誘ってくれました。そのお寿司屋さんでは、私たちが養殖したサーモンを使っていると聞き、とても嬉しくなりました。実際に自分が育てた魚が美味しいお寿司になっているのを見て、誇りに感じました。そして、その場でお客様が美味しそうに食べている姿を見て、もっといい魚を育てようという気持ちが湧きました。スーパーでも、自分が育てた魚がパックに入って売られているのを見ると、とても嬉しいです。お客様がその魚を手に取ってレジに持っていく姿を見ると、これを食べて幸せになってくれるといいなと思います。私たちの仕事は、
人々の食卓を支える重要な役割を果たしていると感じます。日本の漁業と養殖技術は非常に発展しており、衛生管理も徹底されています。水産加工場では常に清潔を保ち、スタッフ全員が手洗いや消毒を徹底しています。こうした管理が安心して食べられる魚を提供するために欠かせないことを学びました。日本で学んだことをベトナムでも役立てたいと考えています。将来、私は日本の養殖技術をベトナムに持ち帰りたいと思っています。特に、サーモンの養殖を広めることで、ベトナムの人々にも新鮮で美味しい魚を提供したいです。そして、日本のように安全で清潔な環境で養殖業を発展させることが私の目標です。日本に来て最初は不安もありましたが、今では日本の技術を学ぶことができてとても良かったと思っています。これからも、もっと多くの知識と技術を身につけ、いつかベトナムで役立てられるように頑張りたいと思います。皆さんも、もし日本の水産業で働く機会があれば、ぜひ挑戦してみてください。新しい発見と学びがたくさんありますよ。こんにちは、皆さん。今日は、私が働いている日本の漁業と養殖業についてお話しします。私はチャンと申します。ベトナムから日本に来て、特定技能のビザで水産業に従事しています。ベトナムでは、漁業の仕事は身近でしたが、日本の漁業技術を目の当たりにして本当に驚きました。まず、日本の魚の取り扱い方がとても印象的でした。日本では魚を生で食べる習慣があり、そのため、魚の新鮮さが非常に重要です。日本に来たばかりの頃、地元の魚市場やスーパーで魚がピカピカに輝いているのを見て驚きました。そして、漁船が戻ってきてすぐに魚を丁寧に扱い、冷やして保存する技術がしっかりしていることを学びました。このように、魚を新鮮なまま市場やレストランに届けるための技術がとても進んでいます。日本の漁師たちは、最新の技術を使って海で魚を取ります。私が働いている場所では、特にサーモンの養殖に力を入れています。サーモンは日本で人気があり、多くのレストランやスーパーで販売されています。そのため、私たちの仕事は日本の人々にとってとても重要です。養殖場では、サーモンが健康に育つように、水質管理や餌の管理など、細かいケアが求められます。日本では養殖魚も新鮮さが重視されるため、飼育環境を常に清潔に保ち、健康な魚を育てることが大切です。私の仕事は、主にサーモンの養殖に携わっています。毎日、魚の成長を見守りながら、適切な餌を与えたり、水質をチェックしたりしています。ベトナムでは漁業は一般的ですが、養殖技術は日本ほど発展していません。ここで学んだ知識はとても貴重で、いつか自分の国にもこの技術を持ち帰りたいと思っています。特に、ベトナムでも人気が高まっているサーモンの養殖をもっと広めたいです。ある日、友達が
新しい寿司屋に行こうと誘ってくれました。そのお寿司屋さんでは、私たちが養殖したサーモンを使っていると聞き、とても嬉しくなりました。実際に自分が育てた魚が美味しいお寿司になっているのを見て、誇りに感じました。そして、その場でお客様が美味しそうに食べている姿を見て、もっといい魚を育てようという気持ちが湧きました。スーパーでも、自分が育てた魚がパックに入って売られているのを見ると、とても嬉しいです。お客様がその魚を手に取ってレジに持っていく姿を見ると、これを食べて幸せになってくれるといいなと思います。私たちの仕事は、人々の食卓を支える重要な役割を果たしていると感じます。日本の漁業と養殖技術は非常に発展しており、衛生管理も徹底されています。水産加工場では常に清潔を保ち、スタッフ全員が手洗いや消毒を徹底しています。こうした管理が安心して食べられる魚を提供するために欠かせないことを学びました。日本で学んだことをベトナムでも役立てたいと考えています。将来、私は日本の養殖技術をベトナムに持ち帰りたいと思っています。特に、サーモンの養殖を広めることで、ベトナムの人々にも新鮮で美味しい魚を提供したいです。そして、日本のように安全で清潔な環境で養殖業を発展させることが私の目標です。日本に来て最初は不安もありましたが、今では日本の技術を学ぶことができてとても良かったと思っています。これからも、もっと多くの知識と技術を身につけ、いつかベトナムで役立てられるように頑張りたいと思います。皆さんも、もし日本の水産業で働く機会があれば、ぜひ挑戦してみてください。新しい発見と学びがたくさんありますよ。こんにちは、皆さん。今日は、私が働いている日本の漁業と養殖業についてお話しします。私はチャンと申します。ベトナムから日本に来て、特定技能のビザで水産業に従事しています。ベトナムでは、漁業の仕事は身近でしたが、日本の漁業技術を目の当たりにして本当に驚きました。まず、日本の魚の取り扱い方がとても印象的でした。日本では魚を生で食べる習慣があり、そのため、魚の新鮮さが非常に重要です。日本に来たばかりの頃、地元の魚市場やスーパーで魚がピカピカに輝いているのを見て驚きました。そして、漁船が戻ってきてすぐに魚を丁寧に扱い、冷やして保存する技術がしっかりしていることを学びました。このように、魚を新鮮なまま市場やレストランに届けるための技術がとても進んでいます。日本の漁師たちは、最新の技術を使って海で魚を取ります。私が働いている場所では、特にサーモンの養殖に力を入れています。サーモンは日本で人気があり、多くのレストランやスーパーで販売されています。そのため、私たちの仕事は日本の人々にとってとても重要です。養殖場では、サーモンが健康に育つように、水質管理や餌の管理など、
細かいケアが求められます。日本では養殖魚も新鮮さが重視されるため、飼育環境を常に清潔に保ち、健康な魚を育てることが大切です。私の仕事は、主にサーモンの養殖に携わっています。毎日、魚の成長を見守りながら、適切な餌を与えたり、水質をチェックしたりしています。ベトナムでは漁業は一般的ですが、養殖技術は日本ほど発展していません。ここで学んだ知識はとても貴重で、いつか自分の国にもこの技術を持ち帰りたいと思っています。特に、ベトナムでも人気が高まっているサーモンの養殖をもっと広めたいです。ある日、友達が新しい寿司屋に行こうと誘ってくれました。そのお寿司屋さんでは、私たちが養殖したサーモンを使っていると聞き、とても嬉しくなりました。実際に自分が育てた魚が美味しいお寿司になっているのを見て、誇りに感じました。そして、その場でお客様が美味しそうに食べている姿を見て、もっといい魚を育てようという気持ちが湧きました。スーパーでも、自分が育てた魚がパックに入って売られているのを見ると、とても嬉しいです。お客様がその魚を手に取ってレジに持っていく姿を見ると、これを食べて幸せになってくれるといいなと思います。私たちの仕事は、人々の食卓を支える重要な役割を果たしていると感じます。日本の漁業と養殖技術は非常に発展しており、衛生管理も徹底されています。水産加工場では常に清潔を保ち、スタッフ全員が手洗いや消毒を徹底しています。こうした管理が安心して食べられる魚を提供するために欠かせないことを学びました。日本で学んだことをベトナムでも役立てたいと考えています。将来、私は日本の養殖技術をベトナムに持ち帰りたいと思っています。特に、サーモンの養殖を広めることで、ベトナムの人々にも新鮮で美味しい魚を提供したいです。そして、日本のように安全で清潔な環境で養殖業を発展させることが私の目標です。日本に来て最初は不安もありましたが、今では日本の技術を学ぶことができてとても良かったと思っています。これからも、もっと多くの知識と技術を身につけ、いつかベトナムで役立てられるように頑張りたいと思います。皆さんも、もし日本の水産業で働く機会があれば、ぜひ挑戦してみてください。新しい発見と学びがたくさんありますよ。